こんにちは、ミトチャレ TV の愛です。今回の舞台は市ヶ谷。皇居や日本武道館のすぐそば、緑に囲まれたエリアも多く、都心にありながらも静かな時間が流れる街です。今日はこのエリアで破格のホテルを見つけたのでやってきました。なんと7000円台。安すぎてちょっと不安という方の参考になればと思い、しっかりレポしていきます。それでは本日のぼっち旅、スターティン。ということで本日の宿泊先がこちら、ルーテル市ヶ谷センターです。建物内に本格的な会議室や音楽ホールを兼ね備え、ビジネスや観光、研修施設など様々なシーンで利用されているお宿です。さて、本日の私のお部屋がこちら、306号室。それでは入ってみましょう。はい、お部屋に到着しました。では、ルームツアーです。お部屋全体の雰囲気がこんな感じです。すごく広い。ここからスリッパに履き替えます。で、入り口入ってすぐ、はい、デスクがあります。はい、デスクの横にはコーヒーセットなどがあります。冷蔵庫がかなり大きい。あ、冷凍庫だ。電気ケトルもあります。そしてなんとマッサージチェア付き。すごい。なんかちょっとしたいいホテルのふかふかベッドっていう感じのものがあります。なんかビジネスっぽくないね。リゾート地に来た感じのベッド。枕元というか横はこんな感じでコンセントもあってありがたいです。はい。テレビもいい感じの位置にあります。はい。お洋服などをかけるところは2箇所ですね。窓の景観そんなに気にならないけど見てみましょうか。開けることはないと思うんですけどあんまり。では窓を開けてみますね。なるほど。外側というか窓際から見たお部屋はこんな感じですごい広いです。そしてナイトウェアは浴衣です。バスタオル類もあります。この市ヶ谷でなんと7000円、このお部屋のレベルで7000円という破格なんですが、1点だけお部屋に水回りは一切ありません。トイレも浴室もないんです。で、今ここ客室は3階なんですけれども、お手洗いもね、大浴場も3階にありますので、今からちょっと見ていきたいと思います。はい。ではまずお手洗いと洗面台を見ていきましょう。手前が男性用のお手洗いです。そしてその奥に女性用のお手洗いがあります。洗面台を挟んで奥に女性用のお手洗いですね。はい。お手洗いこんな感じで、普通に綺麗ですね。はい。洗面台は1、2、3、4、5箇所あります。洗面台は男女共用でした。はい。そして大浴場です。はい。同じく3階フロアにフリースペースがありまして、電子レンジとか、あと、トースターもありました。嬉しい。パンが焼ける。今ね、もうすぐ6時なんだけれども、お腹が空いてきちゃいました。夕飯をどうしようかな。せっかく格安のお宿なので、あんまり夕食にお金をかけたくなく、そうですね。なんか、テイクアウトしてこようかな。はね、駅前に日高屋さんがあったので、そこに行こうかなとかいろいろ考えた結果、で、この後すぐ調べて分かったことがあったんだけど、ホテルを出て1分ぐらい歩いたところにね、中華屋さんがあったの。そこに向かっています。ということでやってきましたのは、香港ヤムチャ。ショーウェイロー。合ってるかな？じゃあちょっと中に入ってみましょう。本当はお部屋で食べたかったんだけど、お店の雰囲気も知りたかったので、少しつまみたいと思います。こちらのお店の売りはチャーシューみたい。でも私はまずは点心が食べたいなと思ってメニューを見ています。いろいろなメニューがあって迷っちゃいます。ピーピンは結構量多そう。だからもしお一人で来た場合は定食とか頼んだ方がいいかもしれないね。お腹空いてる方は。はい。ということで、食べる気満々でコートを脱ぎました。この時期ほんと着るもの困るよね。このニットね、すごくね、ちょうどいいんですよ。そうこうしているうちにエビチョーンファンがやってきました。生ビールも来てるのでお疲れ様です。同時にシューマイも届いたみたいですね。後ほどご紹介します。じゃあまずチョーンファンから食べていこうかな。どやーもっちり。
どんどんエビが落ちてます。すっごくこれ好き。なんかこの食感って女性の方が好きなのかな。ふわっとろっとしてるんだよね。これはね、滑らかな米粉の生地にプリップリのエビが入った一品でございます。どちらかというと、具はそんなに入ってなかった。写真だとね、結構具入ってるっぽい感じに見えたんだけど、もう米粉の塊っていう感じではありますが、美味しいの。これはこれでいいなって思いました。はい、シューマイでございます。なんか鮮やかな色で可愛いね。じゃあかじってみます。熱々かな？すごくね、美味しい。なんか中も赤いんだよね。これって色ついてんのかな？柔らかくってジューシーです。肉汁も口の中で広がります。もちろんビールに合うわけで。そういえば視聴者さんから中華料理っても紹興酒飲まないんですねってコメントいただいたことがあるんですけど、紹興酒も大好きです。なんかさ、これさ、勝手にスローモーションになっちゃったの。まあそれはそれでよかったんだけど。そしてこのソースがむちゃくちゃ美味しい。チョンファンってさ、なんなら皮を美味しく食べるみたいなところあるじゃない？だからソースが美味しいとより美味しく感じますよね。じゃあ、あとはチャーハンをテイクアウトしてお部屋に戻ろうかな。ということで、チャーシューが売りなのでチャーシューチャーハンをゲット。ちょっと音声取れてなかった。そして後から気づいたんですが、こんなリーズナブルなお弁当もあったので、まあ、お部屋でね、お弁当買って食べてもよかったかなって思います。はい、コンビニから買ってきて、ちょっと声がおかしい。はい、コンビニに寄ってホテルに戻ってきました。近いから助かりますね。はい、お部屋に戻ってきました。お風呂場の洗い場がすごい狭くって人がいると気まずいので、ちょっと今覗いてきて、大丈夫であれば入ってきちゃおうと思います。シュワッチ。はい。お風呂から上がりました。気持ちよかったです。どなたもいらっしゃらなかったです。そして、ここのホテルはカップがですね、紙カップなんです。じゃん。なので、はい、お家から持参するマグじゃない。プラカップでハイボールを飲みたいと思います。はい。そして氷もね、製氷機とか多分ないので、買ってきました。はい。はい。ということで、ハイボールタイム。違うんです。違うんです。これは、500が売ってなかったの。本当に。本当に。のんべえじゃないの。これしか売ってなかったの。濃い味は500売ってたんだけど、まずこっちから飲みたいんで。まあ言い訳はいいか。じゃあ開けます。ウイスキーがお好きでしょ？もうちょっと入れよう。では今日もお疲れ、はい。すっきり。やっぱりハイボールのこれすっきりしてて美味しいよね。そして時刻は今19時30分です。今日はね、動画がアップされる日なので、ちょっとね、8時まであんまり油断できないというか、一応自動予約投稿にはなってるけど、できない時がちょくちょくあるので、そしたら手動でオンにしなきゃいけないから、ね、時間をちょっと確認しながらっていう感じ。マイク入ってますかね？入ってるか。はい。なので、おしゃべりはその後にね、ゆっくりしたいなと思います。はい。そして、お風呂について、撮影できないので、ご紹介すると、大浴場はね、洗い場が、2つ、女性の場合しかわかんないんだけど、なんかね、すごい、こう、浴室がこう奥にあって、で、こういう感じで洗い場があるの。背中合わせで、非常に狭いです。だからむしろ貸し切り風呂
ぐらいの広さしかないので、他人様と二人になると、とっても気まずいです。男性はどうなんだろう。なので、入ってたらちょっと見送った方がいいかなっていう感じはします。なんか家族みたいな感じになって。でね、浴槽はね、一応全然二人で余裕で入れるんだけど、なんか素材が本当にお家のお風呂の素材。だけどすごいね、広いので、なんか自分が小人になったような、小人になってお家のお風呂に入ってるみたいな、そんな感じがしました。でもすごい清潔で綺麗だしね、一人だったらむっちゃくちゃ快適でした。はい、温泉じゃないので、ついついね、入浴剤入れたくなっちゃうけど、ダメですよ、皆さん。勝手に入浴剤入れたら怒られちゃいます。そしてびっくりされちゃいます。うん、いや、でもこのお部屋自体は、超絶最高じゃない？ 7000 円台でした、私が泊まった時。平日だからっていうのもあるかもしれないけど、土日だったらちょっとあれかな。だけど多分そこまで高くないと思う。そうなんでね、今回このホテル泊まろうかなと思ったのは、市ヶ谷なので、武道館からすごい近いの。で、武道館に泊まるときって九段下とかでしょ？で、すぐいっぱい埋まっちゃうし、で、ここ意外と穴場であんまりそこまで知られてなかったりするし、で、安いから逆に不安すぎて情報が少ないから、そういう方のためにね、なんか情報共有になればいいかなと思って、はい、泊まりました。ちょっとカバンがめっちゃ開いてる。ごめんなさいね、気をつけますね。そう。そんな感じです。市ヶ谷はね、うちからも結構近くって、あとお仕事している社長の会社からもすごい近いから、社長なんか、セミナーとかあるとき、家帰らずに会社の近く泊まりたい。ダメだ。ここは一点だけ、エレベーターがないんですよ。階段で3階まで上がるから、なんかね、すっごい荷物が重いキャリーとかの方はちょっと無理かもしれない。例えば私のお仕事手伝った社長は、プロジェクターとか持ち歩いてるから、ものすごい運べないぐらいエレベーターじゃないと、ぐらいなので、そういう時はちょっと難しいかもしれないけどね。そういうのがなければ、小さいバッグ、キャリーとかだったら全然運べちゃいます、私とか。3階が客室になってます。じゃあ今日は何の雑談をしようかな。なんか雑談を楽しんでくださる方が割となぜか多くてですね。私は旅動画で旅のホテルだけをパパッと案内すればいいのかなって動画を作るときに思ってたんですけど、思いのほか雑談を楽しんでくださる方がいらっしゃるので、たまにね、時々雑談をお話しさせていただいてるんですけど、今日はね、東京に来て、そんなにね、観光するわけじゃないので、ちょっとお話ししようかな。動画の尺的にも、多分収まると思うので。書き出しがなかなかできなかったです。私の、家のパソコンのスペックの問題もあるんだけど、そうなんです。ど素人なので、そんな高い機材を持ってなくてですね。はい、すいません。そんな感じでやらせていただいてます。自己紹介みたいな。何の話がいいかな？最近なんかあったかな？そうだ、私ね、昨日久々に映画を見ました。みんな映画見てる？何を見たかっていうと、プペル、約束の時計台だっけ？はい、を見ました。前回のプペルも見たんだけど、面白かったのね、前回のプペル。だけど、なんかさ、ゴミ人間との友情物語みたいな感じで、面白いよね、っていうことで完結して、もうパッて忘れちゃう感じだったのと申し訳ないんですけど。そう。で、すごくね、めちゃくちゃ、例えばタイタニックとかみたいに印象にずっと残るものではなかったので、最近、またね、プペルさんの新しい新作が、上映されているっていうのは知ってたんだけど、またゴミ人間さんとの友情物語だし、忙しいから見なくていいか、っていう感じでいたの。だけどね、なんか、ふとね、ちょっと隙間の時間が空いたのと、久々になんか映画見ようかなって、やっぱ感性を磨くっていう意味でもね、映画を見る時間っていいなと思ってるので、その時にね、何見ようかなと思った時に、西野さんの
映画見ようかなって、そのプペルっていうよりは西野さん、なんかこう、なんていうのかな、お笑い芸人でもありながら、もう違うのかな、すいません。今お笑い芸人じゃない。ありながらも、やっぱりビジネスマンというか、プロフェッショナルな方じゃないですか。だからそういう方のね、作る作品ってどんな感じなのかなって興味はあったので、時間があったからちょっとまた久々に拝見させていただきました。想像と全然違いました。見た後に思ったのは、私の時間を返してと思いました。その時間を返してっていうのは自分に対して何をやってたんだろうと。一言で言うとめちゃくちゃ面白かったです。なんか前回のね、ゴミ人間の話とは全然違うの。ゴミ人間はもちろんキーワードで出てくるんだけど、それよりももっとね、壮大なスケールでした。前回の100倍私は面白かったです。いっぱい考えさせられました。笑いあり、涙あり、キュンとなる、なんか恋心もありみたいな一つの作品で、こんなにいろんな感情を抱かせてくれるってなかなかないんじゃないかなって。今回はね、私結構ラブストーリーが好きなので、そういう男女のラブストーリーの部分もあったりとか、基本はヒューマンなんだと思うけど、なんかいろんな方がいろんな好きな作品あるじゃない？ヒューマンだったりコメディだったりハートフルだったり、いろんな方の万人に受ける作品なんじゃないかなって思いました。なんかね、千と千尋を彷彿させる印象なのかなって一瞬思ったりとか、あとはディズニーのようなスケールもあったりとか、私めぐみさん今女優さんをされているその方が猫の役をねやってるの。今回の作品のパートナーは、もふちゃんという猫ちゃんなんだけれども、その方がものすごいキーパーソンです。人間じゃないけど、めぐみさんの声も超絶ハマってました。もふちゃんっていうの、もふもしてるから。私ね、もふちゃんのファンになりまして、もふの大冒険という作品をぜひ作ってほしいぐらい、すんごい面白かったです。声で、ドスの効いた声で、面白いことを、なんかツッコミとかいっぱいされるのよ。なんかもうキュンってなりました。伝わる？そして私はですね、ハンカチなしでは見られなかった。でも勘弁してよと思って、そうじゃないと思ったから、ハンカチをカバンの奥に入れてたの。もうハンカチ出してみてほしい、みんなには。もうゴールデンウィークが始まるので、この動画編集する頃には間に合うかな。映画見る方、何見ようかなって思ってる方は、ぜひ見て感想を聞かせてください。何が良かったかっていうと、なんかテーマが、なんか多分信じる力だと思うの。で、私がさっき最初に言った時間を返してほしいっていうのは自分に対してすごい思ったんですよね。私ね、結構自分に自信がない人なんですよ。だから自信がなくって自分の人生の選択をたくさん諦めてきた人。大人になって初めて、よしやってみようって、それこそ YouTube もそうですけど、その前のブログもそうだけど、信じる力があればゴールは近くなる。そして信じる力がなければ叶うものも叶わなくなるんだなって、それをなんかね、映画を見て、ちょっとまた泣きそう。映画見た後泣いちゃった。本当に思いました。たくさん自分に自信がなくて、自分を信じられなくて、諦めてきたんですね。だから、その自分のダメさ加減を、もう西野さんのその作品で気づいたというか、もっと早く子供の時に見たかったです。っていう感じがありました。最近で言うと、私はそれこそ、数年前に初めてブログという世界に飛び込んで、でもこれこそね、本当に成功する人って1割とか言われている世界で、自分を信じられなくなって一回最初にスタートした時にすぐ手が止まって一回やめそうになったんですよ。だけどある時、何かひょんなきっかけがあって、もう一回復活してやろうと思ってやり始めたんですね。そうで、その時にメンターが、なんか私に信じる力を与えてくれたんですよね。そうだから今があるっていうのはあります。そう、信じる力。
誰かの言葉で信じる力がつくっていうこともあるけど、結局は自分の中にあるものをしっかり持たないと、誰に何を言われても動かないじゃない？ベースはやっぱり自分の心が大事。自分が自分を信じられる心を持つってことが大事かなってすごい思った。すごいそれをね、改めて最近ちょっと忘れてたんだけれども、考えさせられる作品でした。なんかさ、ほら雑談シーンにさ、なんかさ、みんななんか話してほしいって言ってさ、私仕事しかしてないので、人ともほら、由美子さんとしか会ってないので、なかなかね、話すことがなかったんだけど、そうそう、映画見た時に、あ、そうだ、これみんなに話そうと思って、よかったです。またなんかいい作品があったら共有していくね。みんなも面白かった作品があったら教えてください。はい、ということで、注文しなくてよかったお店で一人だから、見てこれ。4人分近くあります。で、最後さ、お店の外に出たらテイクアウトの窓口があって、そこだと600円でチャーハン買えたの。一人用の、間違えちゃいました。とりあえず、全部は食べれないけど、一人分だけ食べたいと思います。あとは持ち帰ります。速攻、冷凍庫が立派なのがあるんで。良い子は真似しないでね、自己責任で。はい、ということで、いただきます。締め。ドゥンドゥン、チャーハンです。で、これは、さっきの夕飯に食べに行ったお店が、チャーシューっていうかね、これ、豚肉のチャーシューが有名なので、チャーシューだけ頼むとね、すごいね、量が多そうだったので、チャーハンを注文してテイクアウトしてきました。いただきます。もう小声でいただきますが、癖ですね。このチャーシューの香りはご興奮かな。食欲マシマシです。たっぷり入ってました。そしてご飯はパラパラっとしています。この卵はね、コンビニで追加してますよ。チャーハン2種類あったけど、こっちにして正解でした。チャーシュー自慢の中華店のチャーシューチャーハンは病みつきになる味です。はい、今マッサージチェアがあそこで動いてるんだけど、ちょっとね、使ってみたらめっちゃ眠々モードになりましたので、今宵は寝たいと思います。じゃあおやすみなさい。おはようございます。朝です。はい、こんな感じです。あ、でも空気が美味しい。では、いただきます。めちゃくちゃこのお部屋というかスペースが明るいですね、朝は。お部屋ちょっと暗めだからちょっと爽やかな朝の光をと思ってこっちに来てみました。お皿忘れちゃった。体にいいけど。やるじゃないか。はい、まもなくチェックアウト。今回をまとめていきたいと思います。まず気になるお値段がこちら。7000円台。うわー、このエリアでこのお値段なかなかないです。
ホテルはね、日にちとか、あと曜日とか時期とかによって大きく変動しますので、これは私が宿泊した当時のものです。はい。そして私の率直な感想は、もう本当にそのままですね、穴場のホテルまた見つけちゃったっていう感じです。7000台でここら辺で泊まれるっていうのがまずね、1万円以下っていうのがなかなか少なくなってきている昨今、水回りはね、ホテルのお部屋の中にはなかったですけれども、もう扉開けてすぐそこはね、水回りがある洗面台、お風呂もすぐそこですし、何ら、もうお部屋の一角と思ってもいいぐらいのレベルなので気にならなかったです。あとね、人とすれ違うこともほとんどなかった。一回もなかったですね。でね、夜中ちょっと覗いてみたの、廊下。そしたら電気もついてるし、あと BGM もうっすら流れてるので、怖いっていうことも全くなく、安心して泊まれると思います。で、何よりもお部屋が広くて快適で綺麗です。あとね、マッサージチェアもあるところもポイントが高いんじゃないかなって思います。じゃあ、どんな方に向いてるかっていうと、ここはね、武道館が非常に近いのね。で、武道館に遠方から来る方ってホテル代やっぱり抑えたいっていう方が多いと思うので、そんな方のお役に立てるんじゃないかなって思って今回泊まってみました。このホテルの情報が非常に少なかったので、リサーチしたらお役に立てるんじゃないかなと思って。はい。そんなわけでね、武道館利用の方にまずはすごくおすすめ。あとはやっぱりこのエリアでリーズナブルに抑えたい方っていうところですかね。はい。コンビニも近いし、リーズナブルな飲食店もたくさん周辺にありますし、ご飯に困ることは何もないです。昨日の夕飯ね、私は本当に、テイクアウトお弁当が600円台であると知らなかったので、それを買って部屋で食べてもよかったかなって思いました。一人の時はね。はい。ということで、今回は最後までご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルでは旅やグルメを中心に新しい動画をどんどん発信していきます。あなたのグッドボタン、チャンネル登録の応援が次の動画制作の励みとなりますので、ぜひ応援してください。ではまた次の動画でお会いしましょう。ミドチャレ TV の愛でした。お世話になりました。ペコリーノ。